Bonjour! 女神の洞窟や緑の泉のあるところからもっと北方へ引き返すと、木のテーブルやベンチなどがあるピクニックゾーンに出ます。ご老人の家に行くためには、舗装道路へ続く階段を今度は登らずに、ピクニックゾーンを通り抜けます。その先に人一人がようやく通れるくらいのまっすぐな小道の入り口が、木立の中のトンネルのようにひっそりと口を開けています。両側も足元も木の枝と草ですから、獣道と言っていいくらいのものです。初めて訪ねる土地でそんな道を歩いて大丈夫なの？と思われるかもしれませんが、ピクニックテーブルがあったあたりからは、セーヌの流れてゆく方向、木々の間にかすかに一軒の家が見えていて、ご老人が話していたことと重ね合わせると、その道が彼の家へ続く道であることはまず間違いなく、しかも先が見えているということで安心感があります。距離にして150メートルくらい歩いたでしょうか。緑のトンネルを抜けると、そこには2階建ての家がありました。象牙色の漆喰の壁にベンガラ色の窓枠と雨戸、2階に2つ並んだ窓の白いカーテンは、幼い子供が描く理想の家のそれのように、左右に等しくひだを描きながら開かれています。窓からこちらの様子がわかるのでしょう。私が家の方へ近づいてゆくと、玄関の扉が開いて、中から女性が出てきました。ふんわりとした白髪に縁取られた丸顔、口元と眼鏡越しの目の表情から、私が好まれざる客ではないことがわかります。そして彼女に続いて、先ほどのご老人も杖を手にしながら玄関先に出てきました。ボンジューと私が言うと、お二人も満面の笑みで答えてくれます。彼らの敷地と道の境には仕切りが巡らしてあるのですが、それが金網なので、こちらからもそして向こうからも互いの様子がわかります。女性は仕切りの一部の木でできた門のところまで進み出て、ボンジューと私をその内側へと招き入れてくれました。そして、entrez, entrez、どうぞどうぞと促されるままに玄関のドアを入ると、すぐにテーブルがあって、そこが団らんの場所になっています。テーブルを取り囲む木の椅子のうちの一つを私に勧めてくれました。私はリュックサックやカメラバッグ、そして三脚袋を体から一つずつ外して椅子の足元に置きます。その様子を、大変な荷物ね、と見つめる女性の目が優しく笑っています。エプロンドレスと言ったらいいでしょうか。そのままスカートの役割もする袖なしのつなぎ。
ブルーのそのエプロンドレスの下にはクリーム色の半袖の T シャツ。つい今しがたまで何か作業していたという働き者の女性の雰囲気があります。中に入ると暖かく感じたのですが、それは気持ちの問題だけではありませんでした。部屋の中央には大きな四角いストーブがあって、そこから天井に煙突が伸びています。ストーブとは言っても、表から火は見えなくて、天板で煮炊きができる、いわゆるレンジの役割をするキュージニエーと呼ばれているものです。使い込まれた天板にはお鍋がかかっているのを見ても、中にはどうやら火が入っているようで、それが家全体を温めているような気がします。ポールがね、さっきあなたのこと話していてね、ジャポネーズが源流にいたって。そう、ご老人の名前はポール。そして奥様はモニーク。二人でセーヌの源流のこの一軒家に暮らしているのでした。喉が渇いてるでしょ？コーヒーがいい？それともカシスシロップがいいかしら？カシスは日本だとクロスグリでしょうか。この果実で作るシロップはブルゴーニュ地方の名産品なのです。それを白ワインで割ったのがキール、シャンパーニュで割ればキールロワイヤル。当時のパリのカフェでは食前酒の定番でした。何でもモニークさんは自家製のカシスシロップを毎年作っていて、それを源流の水で割ってくれるというではありませんか。もちろん1も2もなくそれがいいに決まっています。Oui, s'il vous plaît. はい、ぜひ。と私が目をキラキラさせているのを見て、モニークさんもひときわ笑顔を大きくしました。部屋の奥にある台所の方から持ってきてくれたのは、薄緑色のワインの空き瓶にたっぷり入ったカシスシロップ。瓶の首の付け根のところに小さな白いシールが貼ってあって、手書きの文字でカシス99とあります。つまり1999年に収穫したカシスということで、2年もののシロップになるわけです。モニークさんは瓶のコルク栓を手で引き抜いて、オランジーナのロゴの入ったガラスコップに 1,2 センチほど注いでくれます。そしてこちらはリカールというロゴの入った茶色い水差しからコップの7分目くらいまで水を注いで薄めてくれました。カシスシロップのセーヌの源流水割り。その時の私にとってこのコップの飲み物以上に贅沢なものはありません。程よい甘さで風味よし、喉越しすっきりと清らかに優しく体に染み通っていくようでした。